ようございます。ミントです。みなです。7月17日金曜日の海外テックニュースです。今朝は7本お伝えします。トップはスペース X の新型ロケットスターシップが13回目の試験飛行に挑むニュースです。日本時間の今朝、この後打ち上げが予定されていて、結果はまだ分かっていません。今日のラインナップです。巨大ロケットの試験飛行から新しい AI モデル、 AI 投資の裏側にある電力問題、そして情報流出をめぐる対立まで幅広くお届けします。それでは1本目からです。オーランド・センティネルなどによりますと、スペース X の新型ロケットスターシップと1段目のスーパーヘビーによる13回目の試験飛行が日本時間の今朝7時45分から9時15分の間に予定されています。この番組をお届けしている時点ではまだ打ち上げが行われていないため、結果はお伝えできません。 FAA は前回5月27日の第12回飛行で起きた事故の調査結果を受理し、今回の飛行を許可しています。前回は何が原因で失敗したんですか？スペースコムや NASA スペースフライトの報道によりますと、前回はブースターの逆噴射中にエンジンの向きが90度ずれてしまい、制御を失ってメキシコ湾に着水したとされています。今回はエンジンの再点火に関わるハードウェアとソフトウェアの改修が加えられていて、さらに今回初めて本物のスターリンク V3 衛星20機を試験飛行中に展開する計画だと CNN が伝えています。この後ブースターも機体もちゃんと着水できるかはまだわからないってことですよね。その通りです。ブースターがメキシコ湾に、機体がインド洋に着水できるかどうかもこの番組をお届けしている時点では分かっていません。結果を断定してお伝えすることはできませんので、続報はまた改めて確認していきます。続いては中国から公開された新しい AI モデルの話です。フィナンシャルタイムズおよびビッグ号によりますと、中国のムーンショット AI は7月16日夜北京時間で新しい AI モデル君 K3 を正式に公開しました。オープンウェイトでコンテキスト帳は最大100万トークン、価格は自社の全モデル君 K2 のおよそ3分の1に抑えられているとしています。公開後ハッカーニュースのランキングで1位になったと報じられています。クロードオーパスを超えたって聞いたんですけど、それって本当なんですか？ここは確認が必要なところです。ビッグ号が IT ホームの報道を引用する形で、一部のコーディングベンチマークでクロードオーパス 4.8 や GPT5.5 を上回ったと報じていますが、これは第三者やリーク情報に基づく主張です。アンソロピックからの公式な回答はなく、独立した第三者による検証もまだ行われていません。アンソロピック側はこの主張について何か言ってるんですか？各社の報道を確認した限り、現時点でアンソロピックからの公式な反応は出ていません。回答なしの状態です。総パラメータ数もおよそ 2.5 兆と伝えられていますが、これもムーンショットの公式モデルカードでは確認されていない非公式な数字にとどまっています。続いては AI 投資の裏側にある電力問題です。247ウォールスとコムおよびヤフーファイナンスによりますと、モルガン・スタンレーの試算で NVIDIA の次世代 GPU ペラルビン9の AI クラスターを1ギガワット分建設する費用がおよそ490億ドルに達すると報じられました。前回の試算からおよそ 20% 高くなっていて、 NVIDIA 自身が示している1ギガワットあたり500億から600億ドルという見通しともおおむね一致しています。1ギガワットってどれくらいの規模の電力なんですか？247ウォールスとコムの記事によりますと、一般的な目安として1ギガワットはアメリカの家庭70万から100万元分の電力に相当するとされています。この試算では GB200 世代がおよそ350億ドル、 GB300 世代がおよそ390億ドル、 Google の TPU-V7 が270億ドル、 Amazon のトレイニアム3が210億ドルと1ギガワットあたりの建設費が比較されています。電力が足りないなら資金だけ増やしてもすぐには建てられないってことなんですか？モルガン・スタンレーの分析では、ボトルネックは資金そのものより電力の供給網だとされています。電力会社側の対応には数年単位の遅れが出ているとのことです。これらの数字はあくまでモルガン・スタンレー独自の試算で、ベンダー各社が監査した数字ではない点には注意が必要です。続いてはインドの原子力発電所をめぐるニュースです。ここは双方の言い分が分かれています。リープレスジャーナルなどによりますと、ランサムウェア集団ワールドリークスがインド最大級のクダンプラム原子力発電所に関連するおよそ1万9000件のファイルをダークウェブに公開したと主張しています。複数の報道によれば、対象になったのは契約業者であるリライアンスグループが運用するヨッタ社のデータセンターだとされています。
リライアンス側は一部への侵害があったことを確認し、政府に通知したと述べています。原子炉の制御とか安全に関わるシステムまで侵入されたってことなんですか？そこは報道と原発側の説明が分かれています。流出したとされる資料には換気、冷却系統の図面や制御室の見取り図が含まれると報じられていますが、原発を運営する NPCIL は原子炉の制御系統や安全系統そのものは侵害されていないと説明しています。結局どちらの言い分が正しいんですか？そこはまだ断定できません。ワールドリックスの主張とリライアンスが確認した内容、NPCIL の説明の間には漏洩の範囲についてズレがあり、インドのサイバーセキュリティ機関サートインが調査を続けている段階です。続いては身近な Google のツールのアップデートです。 Google 公式ブログによりますと、 Google は7月16日 AI メモツールノートブック LM をジェミニノートブックに改名し、ジェミニブランドに統合したと発表しました。名前の変更に加えてノートごとに専用のクラウド上の実行環境が用意され、手元の資料をもとにコードを書いて実行し、データ分析ができる機能が新たに加わりました。名前だけでなく中身も新しくなったんですね。もう誰でも今日から使えるんですか？そこは段階的です。 Google 公式ブログによりますと、今日提供が始まるのは上位プランの Google AI ウルトラとワークスペース AI ウルトラの利用者向けで、プロ層への展開は数週間かけて進めるとしています。テッククランチなどの報道によりますと、このサービスはこれまでに3000万人以上、60万を超える組織で使われてきたとしています。続いてはアメリカの大手法律事務所をめぐる訴訟です。 JD ジャーナルなどによりますと、ネバダ州の住民ジャソン・ペリー氏が大手法律事務所ウィルマー・ヘイルを相手にワシントンの連邦地方裁判所へ集団訴訟を起こしました。訴状によりますと、氏名と社会保障番号が第三者にアクセスされ、事務所が合理的なセキュリティ対策を怠っていたと主張しています。ウィルマー・ヘイルは5月8日に不審なネットワーク活動を検知し、7月10日に対象者へ通知したとされています。事務所側はこの訴えについて何て言ってるんですか？ウィルマー・ヘイルは訴状の主張を否定しています。アクセスされたのは限定的な情報のみで、中核システムやネットワークへの直接の侵入はなく、情報が悪用されたり外部に開示されたりした証拠もないと説明しています。結局どっちの言い分が正しいのかもう分かってるんですか？いえ、まだです。訴状は氏名や社会保障番号へのアクセスを主張している一方、ウィルマー・ヘイルはアクセスされた情報は限定的だったと説明していて、双方の見方には開きがあります。訴訟はまだ提訴された段階で、裁判所の判断は出ていません。最後は軽めの話題です。ロボットの動画が公開されました。ファーストポストおよび SCMP によりますと、シャオミの創業者で CEO のレイ・ジュン氏が自社のヒューマノイドロボットが工場の EV 生産ラインで作業する様子を撮影した動画を公開しました。動画ではセンターコンソール側面のカバーを仕分けるような繰り返し作業をこなす姿が映っています。これってもう実際に工場で使われ始めてるってことなんですか？ファーストポストや SCMP の報道によりますと、商用化の具体的な計画はまだ発表されていません。2026年3月に表明していた5年以内の大量投入という目標の延長線上にある取り組みとみられます。動画を見る限りかなり自然に動いてる感じがしますけど、これって本当に自立で動いてるんですか？ここは独立した検証がまだありません。公開された動画だけでは自立性の度合いは確認できていない段階です。今日は大型ロケットの試験飛行から規模の大きな新しい AI モデル、ギガワット単位で膨らむ AI クラスターの建設費、そして契約業者や法律事務所を経由した情報流出まで、規模が大きくなるほど確認しなければならない点や課題も増えていくと感じさせる一日でした。気になるニュースがあれば高評価やチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。以上、海外テックニュースをお伝えしました。みなとミントでした。